こんにちは。イラストレーターのゾイルンです。この講座のテーマは、色から作り、最後まで仕上げるキャラクターデザイン。今回は自分がいつもやっているオリジナルキャラクターを作るやり方、お見せしていきたいと思っております。キャラクターを作るときにどういうところから作り始めているか。自分の場合は色からキャラクターを作ることが多いです。例えば、こういう緑色と青色が色の組み合わせ、すごい綺麗だなって思うんですよね。この色をテーマにキャラクターを作ってみたら、どういうキャラクターが生まれるかなっていうのを考えるわけです。なんとなくこの色合い的に、爽やかな色じゃないですか。だから、爽やかそうな女の子というか、明るそうな女の子。例えば、こういう色。この2色の組み合わせ。なんとなくバニラアイスとチョコレートの部分みたいなっていうところからキャラクターを作っていくわけです。じゃあその考えた色ってどの部分の色になるのって、まず髪色ですね。この子も髪の赤色。この子の場合は金髪、その色にもう一色合いそうな色を何かなって思った時にちょっと強めの水色。そういう感じでなんとなく色を考えながら作っております。赤色ってなんとなく明るそうなキャラクターっていうイメージがありますよね。情熱的とか。青色は冷静とかクールとか、そういうイメージですよね。といった感じでですね、色がそのキャラクターの本幹をなしている。この色ありきじゃないと、そのキャラクターが表現できないとか、そういうレベルですね。皆さんもぜひ一緒にこのやり方でキャラクターを作っていければ面白いかなと思っております。今回から実際にキャラクターを作っていくパートとなります。前回のパートでお話しした通り、自分は色からキャラを作ることが多いです。では早速ですね、色を決めていくんですけど、まずはそうですね、好きな色を一色選んでみましょうか。この色、自分は結構好きですね。これと、せっかくだったら、もう一色ぐらい決めてあげた方がいいような気がするんですよね。水色に近い青色みたいな感じですね。この2つの色が合わさった時に、なんとなくイメージが湧くじゃないですか。明るそうな、爽やかそうなキャラクターだなとか。1色だと幅がありすぎてちょっと決まんないんですけど、2色あるとキャラクター性がちょっと見えてくるというか。これとかだと、さっきは明るそうなキャラだったんですけど、さっきよりは落ち着いたキャラクターがイメージできそうな、こういう感じで、色の組み合わせでキャラの性格みたいな、雰囲気みたいなのがイメージできるかなと思うんですよね。なので、なんか好きな色、適当でもいいので、一旦置いてみましょう。何パターンか考えてみましょうか。暗い青色に水色。深海をイメージさせるような神秘的なキャラクターっていうのが見えてくるような気がしますね。明るい茶色と言いますか。この色の組み合わせ。なんとなく上品そうなお屋敷に住んでるお嬢様みたいなキャラクターのイメージができますね。オレンジ色とちょっと薄い赤色。明るそうな活発そうなキャラなイメージがありますね。といった感じです。色を決めるだけだと方向性としては完全には見えてこないですよね。なので髪型も一緒に考えてみましょう。まずは髪の素体となる人間の顔を描いていって髪を当てはめていきましょう。髪型から決めてもいいですし、髪に使いたい色から決めるっていうのもありだと思います。自分は金髪が好きなの。金髪、ロングヘア。緑は目の色でもいいですし、リボンにするっていうのもありですね。なんとなくこの2色がベースになるようにキャラを作っていく。では次の色ですね。紺色と水色ということで、なんとなく深海をイメージさせるというか、深海の中で光っているクラゲみたいな、そういう印象があります。クラゲっぽい横にふわっとしたシルエットに触覚っていうんですか？あの部分を意識したような垂れ下がった髪あるとそれっぽいですね。目の部分にこの色を使うっていうのもありですし、個人的にはなんかリボンとかに使いたいやつ、胸元にリボンとか似合いそうですね。こういう感じで。もういい感じのキャラできそうですね。では次の色に行きましょうか。ふわふわなこういう感じで、前髪は左側に寄ったような上品そうなイメージがこういうところに編み込みを作ってあげると。もう一つの色。これは目でもいいんですけど、目っていうよりは服ですね。これになんか白っぽい白タイツみたいな。たまにもカチューシャみたいな感じでこの茶色を入れ込んであげてもいいかもしれません。では次のオレンジと赤色。活発なイメージがある色なので、
エネルギーが外側に向かっているというか、外羽な感じで、そういう感じにしましょうか。オレンジ色の瞳に、オレンジ色の花とか、そういう感じですね。だいたい色を2色決めると、キャラの雰囲気がなんとなく見えてくるので、そこから、とりあえずキャラクターの髪型だけでも考えてみると。なんで髪なのかっていうと、キャラクターの印象を決める上で、髪って一番なんじゃないかって思ってるぐらい大事な要素だと思うんですよ。なので、一番大事な要素から色と組み合わせて考えていくっていうのが一番いいかなっていうふうに思ってますね。という感じでキャラクターを色から作ってみたんですけど、作った色の中からせっかくなんで一人選んで、このキャラクターを作っていこうかなって思います。これからキャラクター作っていこうかなって思うので、ちょっと詳細詰めてみましょうか。一旦キャラクターのベースを作ってあげて、前髪からやってもいいですし、シルエットを取るという意味で、横の膨らんだ部分から考えてもいいですね。ちょっと七三分けみたいな、そういう感じの前髪で、こういう髪のパターンを考えるのって、二次創作をどれだけやったかっていうのって結構大事かなって思いますね。どれだけ人の絵を見てきたかとか、そういうのがね、イメージにつながったりっていうのがありますね。横をふんわりさせて、前髪が下すぎたので、こういう感じ。このクラゲの足の部分といいますか。で、このふんわりさせる部分は、ここにちょっと隙間を作ってあげたりすると違和感がないかな。このリボンつけてみましょう。細めのリボンをイメージして。ちなみに、さっき決めたこの水色っていうのは、あくまでもイメージの話ですので、この色をそのまんま使わないといけないっていうことではなくて、あくまでも方向性を決めるためのものだと思ってください。こういう感じかな。とりあえず一旦色を塗ってみて、彩度を調整してみたり、明度を調整してみたりとか、水色のコンセプトからずれないようにっていう感じで髪型を作りましたと。今回はキャラクターの服装を考えていきます。服装を考えるときなんですけど、自分の頭だけでやろうとすると、ちょっと限界があると言いますか。何かしらやっぱり資料あった方がいいですね。まず、クラゲっぽいっていう話をしてたので、例えばそうですね、自分はクラゲの画像を探してるんですけど、頭の部分にこういう模様ありますね。細い直角みたいなのがありますね。このひらひらの部分をリボンとかにしてもいい感じかもしれませんね。という感じでモチーフを輝度に入れつつ、結構資料とにらめっこしながら描くことになるので、もしかしたら難しいかもしれませんね。クラゲっぽさということで、この辺でこういうスカートにしたいですよね。腕もこんな感じで、先の部分がなんか太くなってるようなフリルみたいな、ちょっと長めのリボン。服のデザイン的にはクラゲの擬人化にはしたくないなっていう、でもクラゲっぽい雰囲気があるなっていう、そんな思いです。スカートが二重構造になってるっていうのもありかもですね。で、背中から細い糸が垂れ下がってるみたいな、そういう感じで仮の服装を考えてみました。次のパートでアクセサリーを付け足したり、全体的なブラッシュアップとか、キャラクターデザインの仕上げみたいな、こういったことをやっていきたいと思っております。最後のチャプターということで、まとめのようなことをお話ししていきます。今回の講座についてなんですけど、キャラクターを色から作るというテーマでやってきました。好きな色を2色考えて、その色に合いそうな髪型を考えて、連想ゲームのような感じでいろいろ要素を考えていくっていうのが私のキャラクターの作り方です。絵を仕上げるプロセスについてもお見せしてきました。特に線画のパートは自分の一番こだわっている部分だったので、少しだけおさらいのようなことをお話ししたいと思います。下書きが雑だと線画の時にどの線を拾えばいいかっていうのが分かんなくなっちゃって迷いのある線になっちゃうので、それを避けるためにちゃんとした下書きっていうのを用意しとくといいよっていうお話をしてきました。外側は太く、内側はちょっと細めにみたいな感じで描くといいよっていうお話もしましたね。線が均一な印象になっちゃうと仕上げた時に背景とキャラクターの境界っていうのが曖昧になっちゃいがちなので、外側線を二重に重ねてみたりとか、ちょっと太く描いてみたりとか、そういうことをして印象を強めてあげるっていうのがおすすめです。という感じで今回の講座は私の絵の描き方についてお話ししてきました。今回の講座を機にいろんなキャラクターを考えてみたりしたら楽しいものになるんじゃないかと思っております。